もう一本なかった。はい、前回ですね、はい、ショートの本編がなかったっていうお話で、はい、横目打ち四方投げを取り直したんですが、はい、もう一本ありまして、はいはい、いろんな一挙のがあるということで、ちょっとショートで少し入れて、一応本編正面打ち一挙のリンクを貼ってたんですけれども、はい、中身が全然違いすぎてお叱りを受けております。はい、ということで、はい、今回はこういうテーマです。はい、はい、正面打ち一挙ですけど、基本の木ですけれども、先生基本の木ですけど、やっぱりいろんなバリエーションが基本だからこそですね。そうですね、はい、広がってしまうというか、見せていただいた今日も崩しのところもそうですし、抑え方とかもありますので、はい、その辺もショートの解説も含めてご紹介いただけるといいなと思っております。それではまず日本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、ご紹介した一挙ですけど、最初のやつはご存知の方はご存知かと思いますけども、いわゆる一箇条っていうか、振りかぶりに合わせますよと。振りかぶりに合わせて相手の重心を浮かせますよと。で、いわゆる当て身を入れますね。で、切り落として、昔はここからさらに蹴ってたんでしょうけど、蹴るようにっていう感じで相手の重心を一回そっちに。で、こちらに。っていうパターンなんですね。間合いが近い場合。通常の稽古は暗黙で、これ一挙の説明の時に言ったかどうか忘れましたけど、暗黙の了解として、一足一刀、寸止めでお願いします。一足一刀と。で、通常は稽古して、これ合わせていきますよって、通常やってますけども。で、それより近い場合は、もう振りかぶりませんよって。寸止めでね、喉。そう。これに変わりますよってのがあって、それに応じましょうってのをやってた時期もあるんですけども、ちょっと、特にこれはちょっと危なくて、実際ちょっと喧嘩になったことも話し出して喧嘩になった現場にいたりしたんで、あんまりもうしなくなりましたけどもですね。振りかぶりに合わせる。通常稽古は降ってきた、これに合わせてますけど、本当はもうすでに合わせてなきゃいけないんですけども、動作として。ここも話すと長くなるけど、手刀を使うのが一般的ですけども、うちはこのいわゆる剣でいうところのしのぎを使うやり方とか、なんですか、ここで、このタイミングを勉強するとか、いろいろあるんですけども、とりあえず、ここで相手の重心を抑えに行きましたと。それが一つですね。もう一つ、これはなんですかね、相手がなんかもう、やたら力任せで打ってくる。ちょっと痛いのは私だからちょっと遠慮なくガーンと。そう。多少は痛いかもしれませんけど、多分私の方が痛い。もう力任せでガーンってくるような人の時に、そのまま切り落とすっていう方法ですね。肘の抜きとか、ゆっくり丁寧にやると、両手でちょっと持って、近く持っていいですか？ガッとぶら下がってて。手が運べないときに、肘の抜きとか股関節の抜きで持っていきましょうっていう。こう切る。すみませんね。こう切る動きですね。もう一回ちょっとバーンと打ってもらっていいですか？ここを切るっていう、切って抜けるという動きのやつを、これゆっくりでいいです。パッとこれで。でもう一つは通常の一挙の入りで、この状態からこの両足の間に相手の重心がありますから、最初のやつと一緒で、
向こう側に、一旦向こう側に外しましょうっていうバージョン。それから逆に、もうどっちもだから例によって隅落としなんですけど、向こうに崩すバージョン。それから手前に引き崩すバージョン。そして、あんまりやらないんですけど、やっぱり崩れるのはそっち側なんで、そっちに崩すんですけど、肩を固定して、この手を回すことで、そっちからこっちへ崩していくっていうバージョンがあって、一応、ショートで紹介させていただいたのはこの3つのパターンですね。まあもちろんいろいろ一挙本当にいろいろあるからですね、ここで外して当て身入れてここから持っていくバージョンとか、自分から仕掛けておいて、相手が反応した時にやるバージョンとか、まあ、いろいろあるのはありますからね。さっき言ったみたいにここどこを使うかって、ここの使い方もいろいろあるし。ガンちょっと何回か。ガンって、そうそう。タイミングを稽古するなら、ここですよね。ここでガツンと当たるんですね。当たる。これをちょっとずらしてあげる。逆に早めに出るとかね。そういう入り方もありますし。やっぱり本当に一挙は面白いし、本当に一挙だけやってりゃいいんだろうなって思うぐらいですけど。とりあえず以上です。すいません。はい、解説の方を見ていただきましたけれども、大変でしたね。はい、大変でしたね。怖かったですね。いやもうそんだけかい。まあでも体さばくだけでもやっぱり受け身としても大変ですよね。いやこの距離で当たらないっていうのはちゃんとねすごいです。割ともうバシッて行きました。もうガチで行きました。ガチで、はい、でガチでやられるというそういうことですね。はい。先生のまあいろいろバリエーションはいろいろあるかと思うんですけど、なんかこう共通するようなものとかっていうのはあるんですか。まあ一挙だからですね。いかも同じなコメントが返せなくなっちゃった。おっと放送事故です。放送事故です。でもまあ持論前も申し上げた持論ですけど、転換法で合気道の法則利合を学んで、呼吸力養成法で呼吸力をつけて、一挙でその運用を学ぶっていうのは一応自分のスタンスなんですね。もうその運用は本当にもう限りないっていうか、はい、考え方次第だろうなと思ってますけど。逆に言えばその、鍛えたいことというか、鍛錬したいことに応じていろいろチョイスして、そうですね。タイミングをやりたいとか、入り身をやりたいとか、呼吸力をやりたいとかですね。今のであれば間合いなのか、その外すなのかとか、そういったところの傾向によっていろいろ変えていってもいいということですね。はい。よかった。着地しました。ということで。はい、一挙は本当にいろんなバリエーションあると思いますので、これからもことあること研究していきたいなというふうに思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。